フェリー利用、体力温存、しまなみ海道自転車旅です。島と橋を結び、本州と四国の間の海峡を横断するしまなみ海道は、日本が世界に誇るサイクリングルートです。本日は今治駅から尾道港まで旅をします。途中、大山積神社と高山寺を訪問いたします。サイクリング後の長距離ドライブに備え、体力を温存するため、宗像港までフェリーを利用します。宗像港から大山積神社を経て、高山寺までサイクリングします。高山寺近くの瀬戸田港から尾道港までフェリーで移動します。今回の自転車実走距離は正規、推奨ルートの約3分の1です。体力のない方、体力を温存したい方はぜひ試していかがでしょうか。今治港乗車券販売所に来ました。午前6時、まだ暗いです。宗像港までの乗車運賃1010円はサイクリスト専用割引で870円になりました。乗車券販売所から東のふ頭まで自転車で移動します。なんだ、車止めで自動車が来ないと思っていたのに、急に自動車が現れてちょっとびっくりしてます。フェリーふ頭に到着しました。自転車はこう宗像です。はい、わかりました。どうも。工作物を乗せた貨物トラックがフェリーにバックで乗船するところです。大変だ。限られたスペースで切り返し、大きな車体を船に乗せています。船会社の従業員の方も貨物トラックの誘導にかかりきりで、自転車乗りには見向きもしてくれません。トラックの乗船作業を眺めていた一般のご婦人が乗船のタイミングを測りかねていた自転車乗りに乗船のタイミングを示唆してくれました。内気で引っ込み思案の私にはありがたい助け舟でした。もう一回行くねんな。どうなんですかね、私も初めてだからわからない。もう一回もうよ。あの車やったらいける。ああ、そうです。入っても大丈夫ですか？大丈夫。はい。自転車入っても構わないよ。そうよ。左の方に。左の方に、はい。乗船は慎重を期して自転車を降り、押して乗ります。ふ頭とフェリーの境目は鉄板になっていることがあり、滑って転倒して怪我でもしたら自転車旅が台無しになるので、自転車を押して乗りました。従業員の方の指示通り、船の左端に沿い乗船し、手すりに自転車を固定しました。トラックの存在感に圧倒されます。上
上に上がってていいんですか？上に上がってもいいんですか？いいですよ。この靴はいかんのよ。あ、ダメなんですか？上はあ、そういうことですか。じゃあここにいますわ。はい。これはフリーはかまんよ。これスリッパがあるけんね。あ、そうですか。帰ってくれた。はい、わかりました。出港時間の6時30分になりました。船が動き始め、左舷にいると思っていたら、船がゆっくりと180度回転し、反転したために、右舷にいたことが分かりました。順調にスピードを上げ、東標の立つ防波堤を過ぎます。港を出ました。右舷前方に来島海峡大橋が見えてきました。橋脚がかかっている島が馬島です。船内を右舷から左舷へと探索しました。トラックがきっちりと止められています。2つの橋脚の間に白い構造体が見えますが、これが橋桁と馬島を結ぶエレベーターになります。このエレベーターには原付と自転車を乗せることができます。昨日ここを通った時はエレベーターの前に人が順番を待っていたので乗ることができませんでした。この次機会があったらぜひ乗ってエレベーターで島に上陸したいです。大橋の下をくぐると非常に高いところに大橋があることが分かりました。高所恐怖症の私は昨日の自分に少し感心しました。海峡の名前の由来となった来島が見えるはずと思い出し、慌てて左舷に走ります。かろうじて後方に来島を見ることができました。小さな島です。村上水軍3家のうちの来島水軍の城があったところです。本拠地は対岸の四国側にありましたが、いざ戦いの時にはこの島にも立てこもったそうです。日本第2の速さの潮流に守られた要塞島に立てこもられると、攻めるのも苦労であっただろうと思います。右舷後方に来島海峡大橋の後ろから朝日が昇るのが見えます。非常に美しい。大きな島影に近づきます。多分大三島の宗像港に近づいていると思えるのですが、放送もなく状況が分かりません。後から考えると、客室にいれば宗像港に到着という放送があったのかもしれません。そうこうしているうちに次の港、木の駅に行く通勤の方々が乗ってこられました。少し焦ります。急いで下船の準備をします。下船できなければ大崎の木島まで行ってしまいます。これ宗像ですよね。はい、どうもありがとうございました。よいしょ。よかった。そういうことか。
次に行く人だったんだな、あの人たち。あ、どうも。すごく危なかった。船員の方、教えていただきありがとうございました。海の方を振り返ると乗ってきたフェリーが出港する様子が見えました。三島224トンです。ここからはかなり小さく見えます。宗像港から大山積神社を目指し走り始めます。約 9.9 キロの距離です。50メートルの峠を2回越えます。そんな急な勾配ではありません。朝早いこともあったのか、車の交通量も少なく走りやすかったです。午前8時、大山積神社に到着しました。今治造船株式会社が寄進していることがわかります。鳥居横の社号表に日本総鎮守大山積神社とあります。日本の鎮守様の元締めであると言われます。さらに進むと新社号表が現れ、陽国一宮大山積神社ともありました。ご祭神は大山積大神で、天照大神の兄神にあたらせられる。山の神々の親神であり、同時に海上安全の守護神でもあるとのこと。楠木群に覆われた境内に鎮座する四国唯一の大社であるとのこと。境内の中央には大山積大神の子孫越智の命が手植えしたと伝えられるクスノキがご神木としてそびえています。樹齢2600年余りと言われ、国指定の天然記念物であります。ご神木の周りを息を止めて3周すると願いが叶うという言い伝えがあるとのこと。試してみましたが、周囲はかなり距離があり、息が苦しくなり、一周で断念しました。神門から拝殿を望む構図で三脚にカメラを構えている方がおられました。しばらく待って声かけしてカメラの前に進みます。どうぞどうぞ。すみません。数人の神職の方々が拝殿前の境内を吐き清めておられました。清めることで神様が宿ると言われる静粛な佇まいを感じることができました。拝殿で
この自動車旅を楽しく無事に終えることができるようにと記念しました。賽銭箱の横に大山積神社の小冊子が置いてあったので一部いただき、巨大なクスノキの幹のほらがトンネル状になって潜れる生き木の御門の位置を探したが見つかりません。境内を発清めておられるご神職に御門の位置を尋ねると、御門は大山積神社の敷地にあるのではなく、本殿の奥の方向に徒歩で3分程度の距離にある奥の院と言われるお寺さんにあることが分かりました。神社の敷地の外側を回って本殿の奥の方向に行くと、奥の院の方向を示す表示があると教えていただきました。実はこの時、携帯電話を賽銭箱の横に忘れてきていました。鳥居の外の駐車場で自転車に乗ろうとした時、気がつき、賽銭台まで戻り、携帯を回収しました。神社の境内と宝物殿の間の道を本殿奥の方向に登っていくと、本殿を過ぎたあたりに生き木の御門を示す標識が現れ、道の横に流れていた小川の橋を渡ります。ここを左奥の院ね。なるほど。民家の間の細い道を標識に従い数度角を曲がりながら走り、生き木の御門を目指します。4、5メートルの崖の上に根元に空洞があるヒノキがどっしりとした根を張っています。幹回り30メートル、樹齢約3000年と言われています。愛知県の天然記念物に指定されています。洞の表面はゴツゴツしており、自然に形作られたものと推察されます。寺院への参道になっているとのことなので、洞をくぐってお参りします。言い伝えでは、生き木の御門を通ることで病気併誘のご利益があるとのこと。私の体は慢性成人病の宝庫です。生き木の御門様、病気をどうか治してください。神社の宝物館を訪ねます。大山積神社は武将の尊敬を集めていましたので、数多くの武具が奉納されており、国宝重要文化財に指定された武具のうち約8割がここにあるとのことです。器物の撮影は禁止されていますので、映像は渡り廊下のみになりました。
大山積神社から瀬戸田にある高山寺を目指します。水際を一周する際、島であったら時計回りが景観が良いと言われています。時計回りの本日の映像と反時計回りの昨日の映像を同時に画面に映し比較してみます。私はやはり時計回りの方向に走った方が開放感が強かったと感じました。皆さんはどう感じましたか？海岸通りを行くとサンセットビーチを通ります。先生に引率された学生の自転車集団に会いました。開放的な海岸通りのサイクリング、楽しそうです。さらに海岸通りを走ると、海の岩から空に突き出した三角形を重ねた構造物が現れました。島ごと美術館のアート作品、新宮さんの波の翼です。やがてオレンジ色のアーチ橋、高根大橋が見えてきます。瀬戸田の町に着きました。Y 字路を右に曲がり、瀬戸田の町を目指します。高山寺を目指します。瀬戸田の町で高山寺の場所を訪ね、走り始めます。瀬戸田の町中にあると思っていたら、小高い丘の上にあるとのこと。この先の小高い丘の上で、やっと間違いに気づきます。高城寺というところに着いてしまいました。これは私が高山寺と聞くべきところを高蔵寺と聞いて、しかも私の滑舌が悪かったために、皆さん高城寺と聞き間違えて、高城寺の方向を教えてくれたようです。せっかく丘の上まで来たのと、国宝ということなので、三重の塔を見ることにしました。結果、間違えてきたんですが、正解でした。急な階段の上に三重の塔が見えます。滑りやすい自転車用シューズですが、手すりをしっかりつかまりながら上まで登りきりました。木の部分がきれいな朱色で鮮やかでした。また下から塔を仰ぎ見ると、屋根を支える垂木が幾重にも精緻に積み上げられており、素晴らしい建築物でした。高山寺に到着しました。高山寺は寺の敷地すべてを博物館として認識していますので、入り口で
博物館に入館料を買って入場することが分かりました。いえいえ、どういたしまして。じゃあ。室生寺の五重塔を模した五重塔です。日光東照宮の陽明門を模した紅葉門になります。目指す未来心の丘は右奥にあると認識していたので探しましたが見つかりませんでした。地図を見ると左奥の大観音像の脇を通って回り込むような形で右に行くことが分かりました。だから今観音像の横を通って回り込んで未来心の丘を目指します。未来心の丘の標識が見えました。道は間違っていません。未来心の丘に到着しました。この白い大理石の庭園は広島出身の世界的彫刻家杭谷一東さんの作品です。ここにある大理石のすべてはイタリアのカッラーラというところで採掘され、コンテナ船で運ばれたとのことです。白い大理石のモニュメントに形作られた5000平方メートルの庭園は異世界に紛れ込んだようで不思議な感覚に包まれました。お決まりの岡鉄商店で熱々のコロッケをいただきました。疲れた体に染み渡りました。瀬戸田港に到着し、港に面した食堂しまなみロマンにて昼食を食べました。瀬戸内レモン丼をいただきました。お肉のジューシーとレモンのクエン酸が
体に染み入りました。瀬戸田から尾道まで44分の船旅です。これが尾道まで運んでくれるシトラス号です。柑橘系の色をしてます。18トン、乗船定員64名の船です。私の乗った船は黄色いシトラス号でしたが、曜日によってはサイクリングフレンドリーなサイクルシップラズリ号も就航しているようです。乗客2名、サイクリスト1名の後から乗船します。乗船人数も少なかったからか、船内に自転車を運び入れることができました。出入り口に近いスペースは前のサイクリストの自転車でいっぱいになりましたので、前方の壁際に自転車を固定しました。前でいいですか？はい。持って帰っていい。瀬戸田港を出港します。今後幅200メートルほどの瀬戸田水道を航海します。左舷に高根島の家々、生島の造船所が見えます。第一の寄港地、因島の茂井東港によりサイクリスト2人を乗せました。因島の西北端を通ります。またまた造船所があり、その奥に因島大橋の全景を見ることができます。尾道の新浜埠頭に寄ります。新浜埠頭に立ち寄ります。
新浜ふ頭を出港しますと、尾道の街並みが続きます。座って移動できたので、尾道から家族の待つ大阪のホテルまで約4時間のドライブに備え、少し睡眠をとることができたのも幸いでした。尾道港に到着です。尾道に上陸してこの旅は終わりました。サイクリストとして一度は体験したいと考えていたしまなみ海道を走ることができた充実感をかみしめました。この後4時間のドライブで家族のもとに帰りました。ご視聴ありがとうございました。登録よろしくお願いします。